はい、皆さんこんにちは、愛媛県ブルブルテスターの寺岡久人です。今日はね、しまなみ海道僕のホームなんですけど、ちょっとね限定的な釣りというか、普段から僕がしてる釣りではあるんですけど、トップウォーターの釣りと、シーバスタックルで扱えるメタルジグの釣りをね、展開していきたいなと思ってます。でどんなゲームになるかって言ったらやっぱね、刻一刻とね、潮位とか潮の流れとか変わってくるんですよね。でそこの状況に、アジャストしながら都度ねルアーチェンジしたりしながらね、1匹2匹引き出せたらなと思っております。はい、頑張っていきます。よろしくお願いします。おっしゃ、ほら出たー、乗らんかった。おっしゃ、来た来たよ。過去一嬉しいかも。今大キャッチです。はい、1日目ポイントに到着しました。でね、状況としては今やっとね、富山さんとね G ソレ待機しとったんやけど、流れが出だしたかなっていうようなタイミング、こんな感じで一見ね結構走っとるようには見えるんやけど、まだね全然こんなもんじゃないんで、しまなみの海は。でもうちょっとしたら本流がこうもっと立ってきてですね、潮の表情っていうのかな、水面付近の雰囲気がかなり変わってきます。それぐらいが地合いかなと思ってます。でそれまではねぼちぼちキャストしつつ、今の段階でも多分出るとは思うんですけどね、いたらね狙っていきたいと思います。で今日はね、小田さんからの指令っていうか、トップかジグかで釣ってこいみたいな感じなんで、こんな潔くこっちのボックスはプロトのねこのガチポップとでガチペンみたいな感じで持ってきてます。っていうことはとりあえず先発はねこのガチペンでやっていきます。もうねそうこうしてる間に刻一刻と潮の表情変わってきてます。富山さんとね待ってた時はもうのぺーっとしとったんやけどね、早もうその辺流れの雰囲気変わってますね。でこれがねまた大潮とかそんなんじゃなく、めちゃくちゃ潮回りはちっちゃいんだけどこんな感じなんですよね。でドラグの方は、感覚的にですけど 1.5 キロとかそんぐらいですね。よし、さあ第1投目いきます。よう飛ぶよねガチペンは。これシーバスタックルでこんなに簡単に飛ばせて、しかも操作しやすい。本来はねダイビングペンシルっていうジャンルのねルアーだと思うんですよ。こんな感じでこう青もんでねよくあるダイブしながらみたいな感じなんやけど、僕はね基本的にはこう軽く所作入れながらドッグウォークでちょん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 って誘う感じでね使ってます。でこれはね別に難しく考える必要なくて、適当でいいです。もうパン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 って竿先でね弾いてやる感覚でやったらこう水面でねこんな感じでガチペンが動いてくれます。でこれがね結構ねこの界隈は青物とかマダイにねすごく効くんです。めっちゃ飛ぶよねシーバスタックルで快適に。でこの竿がクラスでいうと MH ぐらいかなぐらいの竿なんやけど、もう何の無理もなく飛ばせます。で操作もよしで、フックサイズが確かね1番だったと思うんですけど、そのあたりもねフックサイズとタックルバランス的にもねちょうどいい感じ。めちゃくちゃ扱いやすいですよ。これがねもうちょっとこれより大きくなったり重たくなったり、フックサイズが10とかになってくるとシーバスタックルとしてのね相性はどうなんだっていう感じになってくるけど、ちょうどいいところです。なんかこうシーバスフィッシングにおいてGソでしよったら青のがあそこ湧いたとかマダイが出たとかちょいちょいあるやないですか。そういうタイミングでねタックル持ち替えずに扱える大型の魚を狙っていけるルアー、すごく調子いいですよ。で G サー6にしても2タックルとか持っていくんですごいしんどいんで、そんなこともしなくていいしね、めちゃくちゃ重宝してます。もうトップウォーターの醍醐味は水面
がっつり操作してるのが見えて、でバイトシーンも見えて、視覚的にめちゃくちゃ楽しいというところが大きいですよね。それに尽きるってわけはないけど、でも楽しい要素の一つかと思うね。やみつきになるもんね。青物の突き上げるようなバイトとか、マダイもね、実はかなりアグレッシブな魚で、背びれ出しながらね、ぐわーっとチェイスしてきたりも全然する魚なんで、その辺をね、今日お見せできたら、今日か明日かな、今日はね2日間富山さんがね予定されてくれてんで、お見せできたらなと思ってねやるようやけど、全力を尽くしますよ。さっきからねサユリ結構いますね。サユリって春先がね産卵時期なんですけど、その時に生まれた子供たちが今そこそここんぐらいまで大きくなって、この界隈泳いでる感じかな。このサユリばっかりを食ってるって時はおとなしめのアクションの方が良かったりするんやけど、まだ状況的に全然わからんのでこのままいきます。ちょん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 って感じ。もうね、なんか余計操作方法とか言われたり書かれたりしてると思うんですけど、感覚でいいですよ。大体でいいです。しんどくないように竿先でちょん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 叩くイメージで、慣れてきたらよく動かせてるかどうかっていうのは意識したらいいと思うけど、最初はもうこんな感じでいいと思う。ジグにしてもそうですよ。でよく一定のリズムとかって言うけど、そもそもリアルにこの界隈にいる魚が一定スピードとかね規則的に動いてるわけじゃないんで、意識せないかん時もあるけど、そうでない時もあるんで、難しく考えずやってみてください。この辺なんか出そうやけどな。でね、今視野としてはねマダイと青物あるんですよ。これに出るならってとこですけどね。でマダイに関してはねドッグウォーク、トップは結構ポーズが大事なんですけど、マダイに関してはねあまり必要ないと個人的には思ってます。であくまで持論なんですけど、着水音大好きっていうか大きな音に寄ってくるような気がしてるんですよね。だから着水後のバイトが結構多いのがマダイだから、もう天ぷら気味でもいいんで結構ド派手にキャストして、あれサユリがね逃げよるよね。食われとる様子はないんやけどサユリはおる。ドボーンとね落として誘ってやるのもありだと思います。あんまシビアに考えず、ジーソーの釣りは大体そうです。もうあんまり細かいこと考えすぎるよりもざっくりと、でもっとね見ないかんところをしっかり見ていくって感じかな。で結構ね流れが立ってきたんですけど、流れが結構立ってるところはこんな感じで竿をね持ち上げて P ラインをあまり水につけないようにして誘います。遠くはね、手前になったらちょっと下げてやってもいいんやけど、遠くはそんな感じでっていうのも、P ラインがね潮に食われちゃうと扱いにくくなるんですよ。で水の中にね P ラインが入りすぎてるとルアー自体のトップウォーターなのでね、一回レンジが入ると水面まで出なくなったりするの。これサユリがすごいね、これが鉛筆サユリっつって、この春かな、春夏手前かぐらいに生まれたサユリ、これがねこの界隈結構いるんですよね。でこいつを食ってる魚ね、当然こんな感じで水面付近こいつら泳いでんで、食ってる時も水面付近には変化出ると思うんで、その状況をね見逃さないように、もうひたすらキョロキョロしながらアプローチしつつみたいな感じで結構忙しいですよね。やっていきます。でね、シーバスタックルで、こういうドッグウォークアクションするとき、投げるときはね、基本的にこの中指と薬指の間にリール挟むと思うんですけど、操作するときはこの小指とね薬指の間に挟んでやるとねすごくやりやすいです。でこの辺はね都度楽なように変えてやればね疲れずにやれると思う。僕はそうです。慣れたらもうどこでも投げれるようになるんで、どの指に挟んどこうが。ミノで流したりね、そういう釣りするときは僕ここ挟んでますけど、トップウォーター扱うときはこの小指と薬指に挟むようにしてます。
ドッグウォークしんどいよって方はね、ちょっとぜひやってみてください。すごく楽になりますよ。よし、ちょっとね、水面がザワ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 波紋気味てるっていうか、ざわついてきたんでルアーチェンジします。で、先ほども言ったようにガチポップをね入れてみたいと思います。もう水面のね、そのザワザワ感をぶち砕く感じでポッパーで波消け立っていく感じ。これがねまだプロト段階なんやけど、めちゃくちゃ優秀なルアーで相当お気に入りです。おそらく工場長自身もねめちゃくちゃ手応えがあるタイプのルアーじゃないかなと思ってますね。これでアプローチしていきたいと思います。ペンシルで出るときはいいんだけど、出ないときはガチポップとかポッパーにしたらすぐ出るっていうケースもめちゃくちゃあるんですよ。だからね、大ペンとポッパーっていうのは、こういう釣りするなら常に1個ずつは持っておいてほしいルアーですね。よく目立つでしょ。でこんな感じでガチポップはねすごく波形を砕くようなポッピングがしやすいルアーで、足場をね選ばないっていうか、足場がこんな感じ低いところでも高くてもしっかりね扱いやすい。なのに潜った後レンジが入りすぎないっていうところ、受け口が大きいんでめちゃくちゃ抵抗が大きいんですよ。でつんのめるような感じで操作にも抵抗感もあるんやけど、それがすごくメリットに働くシチュエーションが多くて、でしかも飛距離がこの飛距離めっちゃ飛ぶでしょ。今ええ感じだと思うけどね、潮目の向こうあたりに多分魚おると思うんですよ。多分よ。なんかそういう雰囲気を受けるんでね、ええ感じだと思うけどね。で意外とね、こういう受け口が大きいポッパーっていうのは流れがどんどん働いてきたダウン方向でもねすごく重宝します。もっと流れてきたらね皆さんにお見せできるかと思うんやけど、今はまだねそうでもないんでね、もうリール巻かずロッドだけでポッピングみたいなアクション。この辺ねよう飛ぶよねマジで。今これダウン側のアプローチなんやけど、ほらこんな感じでダウンなのに入りすぎずなおかつ扱いやすい。でこういうとこにだいたいスズキとかね、マダイとか青物はこういうところなんだけど、スズキはこういうとこつく。こういう流れの変化とシャローエリアね。普段はこういうとこでスズキ狙ってます。で絞りのスリットとかにね待ち構えて上にサヨリが通るんを待ちよんすよ、あいつらは。それを潮位軸と時間軸で合わせていくのが釣り人で、アジャストできたら釣れますよってやつよね。はい、10分15分ぐらい小休止もしながらね、ポイントの方も休ませました。で引き続きねガチポップでやっていきたいと思います。さっきよりもね、若干流れは立ってきたかなっていうような気はするんですけどね。よっしゃ出たよ。なんやろね。今ねダウン方向やってんやけど、やっぱガチポップ使いやすいよね。ゴリ巻きでいくよ。お、これはなんだなんだバレんなよよいしょ。おちょっと珍しいゲストですね。なんとガチポップでよいしょ、死ぬでした。ちっちゃいけどね、暑いけんちょっとここ置いとこうか。はい本命じゃないけどね、本命ではないけどタイですね。結構大きなポッパーに送ってきたね。しかも出方もアグレッシブで、はい、ダウン方向でねガチポップパッパッとねポッピングしながら流してたらね、割とねサイズの割にドバーンとね出てくれたチヌですね。思わん、ゲストですけど、でもめっちゃ嬉しいですよ。やっぱロケのね1匹は嬉しい。ガチポップでキャッチです。嬉しいねマジで。サイズ感はねそうでもないけど、でもねかっこいいチヌですよ。よう出てくれたポッパーに
うお、嬉しい。元気なけんこのまま行きますね。流れに乗って帰ってくれ。ういし、バイバイ。キャッチです。はい、ちょっとねルアーチェンジしました。ジグのカテゴリーということで、メタルシャルダスの 25g ですね。これをねもうトップに反応がなくなって流れもねがっつりようになったんで、流し巻く感じでやってみたいと思います。はい、これでいきます。でね、こういうデーゲームで、しまなみ海は基本墨潮なんですけど、やっぱねブレード系っていうのはね強いですよね。でアプローチとしてはもう投げて巻くだけっていう簡単な感じなんで扱いやすいですしね。で着水後そのまま巻いてきてもよし、ボトム取ってからね巻いてきてもよし。このポイントはねもう霜りがすごく点在しているエリアだし、目の前に背があるんでね、最初からボトム取っちゃうとこの背にラインが乗ってねがっかりするっていうケースがあるんで、あんまりレンジを入れないように誘ってくるんですけど、こういう霜りがないところだとね全然一回ボトム取ってボトムから巻き上げて誘うっていう釣りもねできるんで、さゆりがね一緒についてきよるああ仲間や思って、ほら平和な証拠やね。よし終わろう。とりあえず初日、G ストトップゲームはちょっとここでね終わりにしようかな。潮位的にもねしんどい潮位になってきたんでね、安全マージン取ってリスク管理した上で体調もほやしね終わりにしよう。また明日頑張りたいと思います。しまなみ海道の魅力って言ったらやっぱね海峡筋なんで、流れがすごい速いことにあるかと思います。それこそね日本三大潮流の一つ、一つは、鳴門海峡で、一つは関門海峡で、もう一つはこの辺の来島海峡エリアなんですけど、その中のね、しまなみ海道、この界隈の釣り自体やっぱ流れにね依存した釣りができることかなと思います。でただただ流れてるってわけではなくて、それこそ5分前10分前と潮の表情がねガラッと変わったりして、その時に合わせてルアーチェンジもしてみたいな感じでね、割とね難易度は高い釣りになるかと思います。でルアーセレクトも、トップで釣るもそうやし、ミノーで釣るもそうやし、その時にしっかりアジャストいくっていうね、そういう点ではね、すごくゲーム性の高い釣りじゃないのかなと思いますね。Day1 トップでねガチポップ、今ね開発中のプロトなんですけど、あれでチヌが出たと思うんですよね、こんぐらいのね。であの時のアプローチっていうのは、ポッパーのいいところっていうのが足場を選ばないというところ、高いところでも低いところでも扱いやすくて、で流れにね対してねダウン方向に強いんですよ。もちろんアップでも扱っていけるんやけど、ダウンでも潜りすぎないんでずっと水面をポッピングしていけるっていうところで、実際ねチヌが出たのも、横に流れは走ってるんですけど、ドリフトの釣りと一緒でこう U 字にターンしていくんですよね。でそのターンした後ぐらいかな、ダウン方向に入った時にポッピングでバーンって出た感じなんですよね。流れの中でも最初から最後までアップでもそうやし、ターンした後のダウンもそうやし、足元までしっかりアプローチできるっていうのがポッパーのいいところで、そこのね、性能がすごく高いのがガチポップですね。でチヌが出たのが、そんな感じのアプローチかなと思います。はい、Day2 です。先ほど富山さんと一緒に、磯に歩いてとかね渡ってきました。でねまだね、GI 的には結構先やと思うんですよ。ただね、サユリがね、めっちゃいるんですよね。周りにはベイトはたくさんおる。ただそれを捕食しよる魚が何かはね全然見えんないけど、ちょっと気になってたまらんのでねガチポップこれでね、ちょっとアプローチしてみたいと思います。何かしらね出たらラッキーかなっていうような感じでやっていきます。水面はねすごくもう穏やかです。地合いとしてはねまだまだなんやけどね、でもあれでもね何かしら出るかもしれんので、はい、ある程度ねあれから富山さんとちょっと潮待ちして、ある程度歩けるようになってきたんで、エントリーしてきました。でこの立ち位置はね、こんな感じで、映るか映らんか分からんけど足元はねずっと浅いです。で急にどん深になるようなポイントで、そのブレイク付近とかにね多分魚がついてんじゃないのかなっていうことで来ました。で
本当はねジグぶっ飛ばしてそこ取ってっていうような釣りしたいんですけど、まあこのシャロー体のいきなりブレークが絡むとこ、そのエッジ部分にこう、ラインがね多分当たるんですよね。ですんで、とりあえずまたトップからね探り入れたいと思います。そうだな、ガチペンでもええんやけど、とりあえずガチポップからガチペンよりも手前を探って、それで反応なかったらさらに置き棒っていう感じでねアプローチしたいと思います。ということでガチポップからいきます。さあさあ、やっとね本命の時間帯っすよ。ずっとねベイトが見えよんでね、雰囲気はねありますよ。でトッピングしながらアプローチしつつ、何かしらねこうバーンと水面を割るようなシーンをお見せできたらなと思うんですけどね。だいたいねこのガチポップで実際ね僕砂浜で飛距離測ってきたんですけど、メジャー引いてねだいたい 70m ぐらい飛びます。シーバスタックルでねめっちゃ飛ぶんすよ。でガチペンの130はさらにそれよりも遠く狙えます。飛距離出しつつアプローチもしやすい、足場も選ばない、いい感じですよ。すごく使いやすいポッパーで、このシャロー体とかブレークについてる魚いたらね活性高いと思うんですよ。だから反応もねそれなりに早いと思うんで、扇状にまた探りながらアプローチしていきますね。しかしね休日っていうこともあって船は多いね。めちゃくちゃ船が多い。でもあれなんだろうね、釣れてる証拠だと思いますよ。見渡す限り今ね現状魚をかけとるっていうような風には見えんけど、って言ったら自分でハードル上げちゃうんですけどね。でも多分出ると思いますよ。とりあえずこの後の動きとしてはトップガチポップとガチペンで探って反応なければ、もうちょっとね潮が動き出すまで立ち位置変えてジグ投げる感じかな。そうで昨日はトップオーダーとジグしか持ってきてなかったんですけど、今日はね保険をかけるわけじゃないんだけど、どうしてもダメだった時用に得意のミノを持ってきてます。トップが得意じゃないわけじゃないんやけど、やっぱね水の中やないとミノやないと出せん魚っていうのもねおったりするんで、一応持ってきとるけん最悪これ使います。それまではねトップでなんとか頑張る感じかな。トップとジグで、なんせお題はねトップとジグで釣ってこいってやつなんでね、極力頑張りますよ。ね、ルアーのはるか沖やけど鳥がね低空飛行しよるもんね。なんかああいう時は良さそうに見えるけどね。もうちょっとタイミング後かな。どうなんやろ。出るならトップで出そうやけどな。あそこなんか水面違和感あるね。ベイト固まっとんか、気のせいか。ここよっしゃ、ほら出たー、乗らんかった。やっぱりおっしゃ、来た、来たよ。おいおい、そっち行くわ。来たよ来たよ。ちょっと待ってよ、ここ手前浅いけんで向こう行くわ。よいしょ、いいよ。浮いてくれ、頼む頼むぞ頼むぞ、浮いてくれ。ああしんどい、浮かん、頼む、ここで越えろ、山越えろ。よっしゃ、越えた。よしよしよし、行くぞ。よっしゃ、よっしゃ、取れた。よっしゃ、たい見て、しかも綺麗なよこれ。ほらめっちゃ綺麗。出たろ。
あ、やっぱ紅葉する。ちょっと水につけてやるね。よいしょ。でさ、タイってさ、ほら水の中で見るんとさ、全然違うよね。見えるかな。めっちゃ綺麗なんよね。ね、ほらこの綺麗な青いとことか、やばい。しかもジースのタイっぽくない綺麗なタイやね。過去一嬉しいかも。結構ね、まあそんなにたくさんロケ経験してないけど、釣りビジョンさんも出させてもらってあれこれやったけど、なんかね、今日めっちゃ嬉しいわ。嬉しい。言葉にならんな。まあでも狙い通りって言ったらおこがましいけどね、自然相手に。でもまあ自分で見立ててしっかり出せた魚っていうのはやっぱ高揚するね。しかも綺麗なタイで、しかもトップで、小田さんの要望にも応えれたんじゃないのかなと思います。いいマダイキャッチです。やったね、やったね。なんかね、もうほんと王者の風格じゃないけどね、やっぱマダイってかっこいいよね。うん、ほら綺麗な、いけそうなね。リリースしますね。はい、ありがとうな、マジ助かったわ、ほんまに。元気になったら勝手にいてくれ。いける？よっしゃ。最高、いった。たまらんね。やばいね、嬉しいわ。しかも2回もバンバンって言って、まあでもこれが楽しめるんがね、このしまなみ界隈の、まあここだけに限らんないけど、まあいろんなとこで試してみてほしいかな。でそれで武器になるんがガチメとかガチポップとか、そのあたりがいいかなと思う。シーバースタックで使えるしね。まあこんな感じっすわ。はい、Day1、Day2 とね、富山さんと一緒にあちこちジースかけて、やってきました。で、本当ね、暑い中、富山さんもね、ずっとついてきてくれて、ずっとカメラ持ってくれて、本当ありがとうございます。で、視聴者の皆さんも最後までご視聴ありがとうございました。まあ、結果的にはね、いろんな意味でしまなみ海道らしさをお見せできたかなと思います。まあ、そんな楽でもないし、かといってね、夢のあるフィールドっていうか、楽しくね遊べるフィールドです。で、まあ、トップウォーターの釣りっていうのはね、季節限定的なとこもあるし、まあ、ポイントに関しても、まあ、どこでもやれるっていうわけではないんですけど、まあ、条件さえ満たせば、まあ、皆さんのフィールドでもやれると思いますし、いろんなところで試してみてください。今日はありがとうございました。